スター・ウォーズのジョージ・ルーカスさんのために6枚描きました。これなんか今度の京橋の個展に出てます。で最後のここにいろんな作家さんにありがとうございまして、特に空山にはありがとうございましたっていうありがたいお言葉を頂戴いたしました。 GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは、空山です。10エッセンシャルズ、私にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介します。それでは行ってみましょう。まず最初のアイテムは、ミッキーマウスのロボットです。ミッキー生誕100周年で作ったものです。いろんなところ動きます。30年くらい前にミッキーの絵を描いたんです。ディズニーのニューヨークのクレイグ・ヨーっていうのが作品集作るって、ミッキーマウスのウォーホールだとかマイケル・ジャクソンが表紙描いてんですよ。それの時の中の私は末席にこれを出しました。タカラトミかな、これ立体化しましょうって来て、でこれはもうディレクションばっかしでもう好き放題言って、もしも自分が立体作るんだったら絶対言わないようなことまでガンガン出して、でもその代わりラチェットだとかすごい止まりいいですよ。さすがタカラトミーで。カウズとコラボもあったのよ。彼のキャラクターってオリジナルフェイクなんですよ。カウズのオリジナルフェイクのこう目バツ印、それを金型で作りたいって言ってタカラトミーに言ったら、そんなことできませんって。でもそれでカウズの作ったら本当のオリジナルフェイクじゃん。できてればよかったんだけど、せこいとこに頼んじゃったからラチェットなんかも全然動かなくて、やっぱしね、音気持ちいいでしょ。こういうのがねできなかったのがカウズも残念がってます。次のアイテムは本と画集です。スター・ウォーズのジョージ・ルーカスさんのために6枚描きました。これなんか今度の京橋の個展に出てます。で最後のここにいろんな作家さんにありがとうございまして、特に空山にはありがとうございましたっていうありがたいお言葉を頂戴いたしました。今京橋でやってる個展の最初図録っていう注文だったんだけど、図録ってつまんないから、じゃあ一層新しい画集を作ろうっつって、これも最初キム・ジョーンズがロボットと桜を描いてくれって言って、で恥ずかしいから嫌だった。そのうちこれを OK したら富士山も描いてくれって言うから描かねえってボツにしたのよ。そしたら初めて行ったらいきなり下に桜があるわけ。俺描かねえって言っただろバカ野郎ってムッときたんだけど、まあこれだけすごいの作ってくれたから一晩だけだから発泡スチロールでって言ってたんだけど、全部ギャラつぎ込むから12メートルのアルミで作ってもらったんです。ミュージアム・オブ・モダン・アートのそれの表紙になってます。相棒がソニーを代表するこのテレビとこれが唯一2つだけ取り上げてくれました。高校時代に18の頃かな、この雑誌に投稿した最後のページの読者交換欄にね、こういうので全部出てます。5、6枚送ったんだけど半年間私のがずっと続きました。だから16、17ですよ。そのくらいからちゃんと描けてた。今偉そうにイラストレーターどうのこうのってやつ、これを見てみろバカ野郎ガキでもこのぐらい描くんだ。続いてはアトリエです。部屋です。カオスって言われてます。これが机ですね。コックピットです。だいたい真ん中に座ったら全て手を伸ばさないでできるようになってます。60年ぐらい使ってる製図用の机です。これ本棚です。グラデーションで入ってます。背表紙をグラデーションにしてるのも、背表紙をインテリア扱いしてるんですよ。でバーコードみたいにこんなになってるのすごい嫌でね。これが絵描きには一番あれなイーゼルだけど、マンションだから 1.2 メートルぐらいしかエレベーター入んないんで、絵も 1.8 メートルが私の限界で、それの組み合わせで大きい絵を描いてます。これ2つあるのは巨大な絵を描く時用の、普通はみんな1つしか使ってないはずですけど2つ使ってます。これが今あれだよ、エアバスのデザインしてます。もう
工場ではできてるんだけど、金と銀で、横っちょにエアソロヤマって腹と両方に書いてるのが飛びます。アトリエは2つあるんですよ。だからさっきのイーゼルがあったとこは大きい絵描くとこキャンバス、こっちは小さい原稿だとかインタビュー、この時はみんなこっちが好きみたいで。次のアイテムは筆です。これが私の今残りの人生でも使い切る予定の筆です。気に入った職人さんいなくなるんで全部頼みました。500本。これはぼかし用の筆で、この辺が大きい画面だとかゴシゴシやるやつで、これも引き用具で筆のあれなんだけど、直線を引ける筆で引く道具なんです。竹の定規を削って作って、でこのくらい薄くしてこう曲がるように、ヨットのディンギーなんかで滑らないようにテーピングするのがあるんですよ。それを両方にやってろうそくを塗り込んで滑りやすくするんです。やっぱり昔からあるんですよ、江戸時代から。で私の先輩で松本秀美さんっていうめちゃめちゃ上手い人がいて、その人からこれはもらったものなんです。で私もカスタムで作ってみて、才能のありそうなやつにはほらっつってプレゼントしてます。だから今までうちに来てもらえなかったやつはそんなに職人でも自分が絵描いたりなんかする人の筆はすごいんですよ。体験しない限りクオリティの高いものってどの世界もできないんだけど、だから CG なんかでも絵描く人がやった CG はすごいんだけど、ソフトだけで CG の動画作ったりしてる人たちはカスです。一目で分かりますよ。続いてのアイテムは鉛筆です。一番ハイユニが素晴らしいんですよ、三菱の。芯もいいし木も正目だから綺麗に削れるんですよ。だけどステッドラーだとかそういうのって中団子になってたり正目じゃなかったからデコボコして、六角形っていうのは転がらないため、あと指もこうやるとここ三角形なんですよ。三角の倍数じゃないとダメなんですよ。全部私はハイユニで揃えたいんだけど、そのためにハイユニが作ってくれたんです。これを今度の個展で京橋で売ってますから買ってね。アーティストミュージシャンだとかがよくスタジオに来るんだけど、来た全員に菓子をあげるわけにいかないんで、はい鉛筆1本ってそのまま入ってるからねっていうねえ、自分の名前入ってる方が嬉しいじゃん。絵描きで一番喜ぶのは勲章はね、色に自分の名前がつくのが、だからそのうち私もメタリックの空山っていう名前がつくと生きてた証になるなと思って。でメタリックはあれ色じゃねえからな質感だからな。次のアイテムは消しゴムです。消しゴムは皆さんこうストロークで消すと思うんですけど、これは電動消しゴムってピンポイントで消せるんです。1ミリ単位でドットで消せるんです。ストロークじゃないんです。これ重宝してます。実技を見せてあげるね。皆さんこうやって消しますよね。これは砂消しで結構硬いから消えやすいんだけど、この電動消しゴムっていうのはこうやって消せます。消す行為も書く行為なんです。だから下の白を出す。キャンバスの上も同じだし、キャンバスにはジェッソって貝殻潰した白を塗ってんだけど、その上に絵の具を描いてこれで消したら、下のキャンバスのジェッソが出てくるんだけど、ジェッソの上に絵の具を塗った色とそれを削って下の色を出した色だから、上の絵の具はいろんなもの混ぜたりなんかするんだけど、下の白を出した時って透明水彩のような色も出せるんですよ。そのために私はよく消しゴムだとかナイフも使うんですけど、ナイフでゴシゴシ削ったりなんかもします。次のアイテムはナイフとサンドペーパーです。消しゴムと同じで絵の具を削ります。貝っていう刃物屋さんが作ったものですごく重宝してます。これでゴシゴシ削ります。こういう怖いものもあります。サンドペーパーは全体をぼかしたりなんかするときに使います。
皆さん私はエアブラシ使うと思ってるんでしょうが、もうほとんど使ってませんから。エアブラシ使ってる時も全体のぼかしか光が露出オーバーになってむやってなった時ぐらいしかエアブラシは使ってないんですけど、それの使い方が他の人たちよりは私の方がうまいみたいで、キャスティングが全体にエアブラシで描くとゴミみたいな絵になります。いやキャンバス一番粗いのを使うから、私キャンバス目を出したいんです。キャンバスの目が編んでんですよ。その編んでるからこう谷と山と谷ができるから、その時に山を延々削っていくと白が出てくるんだけど、谷には絵の具が残ってんですよ。エアブラシなんか使うと全部フラットになる時のグラデーションだから、マチエールっていうこうしずる感が出ないんです。それぞれ作家さんもそういう工夫はしてると思いますよ。だから私のやり方が通用するかどうかわかんないし、私独学だから先生いないから教育受けてるとタブーがいっぱいあるんですよ。あの絵の具混ぜるな、この絵の具混ぜるなとか、黒使うなだとか。黒は黒でいいじゃないかバカ野郎と思ってるんだけど、だから今の現代アートの人たちは蛍光色なんか平気で使うけど、日本画だとか油の人たち蛍光色作るのすごい嫌がるし、タブー破りしないんですよ。だからうだつが上がんねえんだよ。次のアイテムは時計です。絵描いてると結構乗ってきて自分は天才だと思って延々やるんだけど、フィジカルでもぐちゃぐちゃになるし、メンタルも失敗するんですよ。夜中にラブレター思いついててもあれ書き続けてもゴミでしょ。正気に帰るんですよ、朝まで熟成させると。それを私は1時間で決めてて、1時間のオルゴール時計を常に後ろに置いてて、それで社会復帰させて、もう1時間経ってるから休めっていう、そういうためにこれを使ってます。だからこれがないとぐちゃぐちゃの絵になっちゃう。絵描いてる時ってなんつうの、我流ね、白くになるでしょ。いいタイミングがね、仕込んだ偶然デザインが好きで、そしてオルゴール時計だったら俺おしゃれじゃんっつうのでやったら1時間ごとになるようになってて、止めることもできるんですけど、やっぱりもう垂れ流しでつけてますね。次のアイテムは金箔と金粉です。これがキラキラにやるやつで、この中に入れてこの筆でゴシゴシやっていくとこんな感じでいけます。これが100枚入りかな、金箔の。出すと台無しになるんで出しません。結構高いもんです。切り張りしてこう形で抜いて貼る時と、後ろ全部を日本屏風みたいにああいうのやることがあって、原画を見せるようになってからこれ使うようになって、もともと使いたかったんだけど複写するのができないんですよ。金銀は反射だから、光だから。カメラマンにギラギラしてても複写って問題ないのって言ったら、例えば絵の具で描いたキャンバスにグロスって光らせるかマットにするかで、光らせる方が黒い色が出るんだけど、複写する時にこう乱反射が入るから難しいんだろうって言ったら、いやいやそのグロス入れてくれた方がいい黒だとか、締まるとこも締まるからそれでいいですって言われて、それで金もガンガン使うようになったんです。次のアイテムは絵の具です。アクリル絵の具を使ってます。2、300色アトリエにはあります。パレットはもうほとんど使ってない。油の人たちはまだ使ってますけど、ほとんどの人がこういう100円ショップで売ってるようなこういうものに絵の具溶いて、使い捨てです。私が今よく使うのは蛍光色だとか、金銀も世界中で売ってる絵の具全部集めてます。それテストしながら TPO に合わせて選んでます。日本のアクリルだとかアメリカはもうほとんどこういうラミネートチューブで作られてるんだけど、いまだにイギリスっていうのはコンサバで鉛のチューブでこういう実際の色が分かるように塗ってんだけど、これは採算ベース取れないから今みんなラミネートチューブなんですよ。しかも風邪ひくし、風邪ひくって言うんだけど硬くなるのをもう使い物にならないんですよ鉛って。だけどイギリスっつうのは頑固だね。子供の時だから覚えてないんだけどひねった絵描いてましたよね。だから運動会っつうとグラウンドがあって周り中にみんなこんな絵描いてるでしょ、子供が。
私こっち側の人描いて向こうが透けて見えたりだとか、本当に可愛くない絵を描いてたんです。見えた通りに。そこいらの子と同じぐらいでなりたかったこといっぱいあるんですけど、刀鍛冶なんかになりたかったんですよ。刀、日本刀の切っ先なんてすごいエロチックでセクシーなんですよ。そんでうちの親父が大工でおふくろが裁縫やってたから、布と木は自由にできたんだけど金属に対してコンプレックスがあって、でいまだにああいうロボットの絵なんかもそれの延長だと思うんですよ。私の10エッセンシャルズはいかがでしたでしょうか。若い人で絵描きなんかになりたいなんて思ってる人はやめた方がいいと思いますよ。これから先何もいいことないよ。デジタルには負けるし、デジタルに勝とうと思ったらよっぽどの根性と貧乏の免疫がないとなれません。10エッセンシャルズ空山でした。またお会いしましょう。バイバイ。See you。再见。お会いに。